皆さんこんにちは。こちらは FiiO K3ES です。発売は2021年。実売価格は17,000円前後です。トップクラスの性能をコンパクトにまとめたヘッドホンアンプです。ヘッドホンアンプの音に違いはあるのでしょうか？今回はこの製品の性能を調べてヘッドホンアンプを選ぶ時のポイントを解説します。このモデルの主なスペックは次の通りです。DAC は ESS 社製です。これは現在最も高性能な DAC です。最大出力は32オームで 200mW です。これだけあればほとんどのヘッドホンに対応できます。DAC は 384kHz まで対応しています。十分すぎるスペックですが、最も重要な出力インピダンスが不明です。これは測定で明らかにしていきます。これと類似のモデルに次があります。K3 は一つ前のモデルです。現行モデルとの違いは搭載されている DAC です。このモデルには旭化成の AK4452 が搭載されていました。K3 は K シリーズのボトムにあたります。上位に K5、K7、K9 があります。この製品は中古で買いましたので、状態を確認します。シングルとバランスの出力端子があります。バランス出力はシングルの2倍です。BTL 接続のようです。これは低音を増強するスイッチです。2段階のゲイン切り替えスイッチがあります。ハイとローの違いは6dBです。このボリュームはラジオについているようなスイッチ付きの可変抵抗器です。回転角を検出しているだけで信号は通りません。ボリュームの調整自体は電子式です。裏側にライン出力があります。これを使って80年代のアナログアンプと接続できます。今回はこの性能も検証していきます。このアンプは正常に動作しますので、このまま測定をしていきます。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。1mW は標準的な音量です。シングルとバランスはゲインをハイにしてボリュームを最大にした結果です。どれも完全にフラットです。100mW あれば HD650 のようなインピダンスの高いヘッドホンを十分な音量で聞くことができます。これは 384kHz のフォーマットで再生した結果です。ハイレゾの帯域までフラットに再生できています。歪みを見ていきます。シングルもバランスも全く同じ性能です。右肩下がりのラインはノイズですが、測定限界とほぼイコールです。歪みは 100mW を超えたあたりからわずかに増える程度です。基本的に無歪みに近い性能です。ダイナミックレンジと直線性がこちらです。1mW で 110dB 近くあって、しかも直線性を維持しています。完璧に近い性能です。インパルス応答を確認します。この波形は左右対称にエコーが見える形が理想です。これも全く問題ありません。出力インピダンスを見ていきます。シングルは 0.5 オーム、バランスは2オームです。バランスは BTL 接続で、シングルは並列接続になるようです。シングルの 0.5 オームは十分なスペックです。10オームを切るようなインピダンスの低いイヤホンも問題なく駆動できます。
バランス接続はインピーダンスの高いヘッドホンに適しています。20オーム以上あれば問題ないので、大抵のヘッドホンに対応できます。ライン出力はこちらです。だいたい170オームです。低域の上昇も見られないし、値も優秀です。80年代のアナログアンプに十分な品質の信号を送れるでしょう。こちらはギャングエラーです。高精度の電子ボリュームなので、微小レベルから最大値まで完全にフラットです。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番は今回のアンプです。2番は格安スマホのヘッドホン出力です。今回は ABX テストをご覧いただきます。これは最初に A、B2 つの音をお聞きいただいて、次の X が A、B のどちらか当てていただくテストです。耳に自信のある方は A、B どちらが今回のアンプの音か当ててみてください。ESS の DAC は音がいいのか、ヘッドホンアンプはスマホより音がいいのか。それではどうぞ。音楽室の古いピアノにもたれて音楽室の古いピアノにもたれて音楽室の古いピアノにもたれて歌どうでしょう。今回の答えは次の通りです。以上の結果をまとめると次の通りです。ヘッドホンアンプに音の違いはありません。ヘッドホンアンプの性能は人間が聞き分けできるレベルをはるかに超えていますので、わざわざ音を出して視聴する意味はほとんどありません。ヘッドホンアンプの違いは出力の大きさと出力インピーダンスですので、これらの数字をチェックしてください。ヘッドホンアンプを選ぶときは出力インピーダンスが1オーム以下のものを選んでください。この数字が負荷に対して十分小さくないと正しい音が出ません。これはダンピングファクターで音が変わる理屈と全く同じです。バランス伝送のメリットはノイズの打ち消しです。ヘッドホンのようなインピーダンスの低い伝送路をわざわざバランスにする意味はほとんどありません。
これはイメージの効果がメインです。例えばバランス伝送にすると音の分離が良くなったように感じることができます。ヘッドホンアンプは出力を稼ぐために BTL になっている製品が多くて、バランス接続はその結果としてできる形になっているだけです。リケーブルの目的はケーブルの抵抗を下げることです。出力インピダンスはケーブルの抵抗を足したものになりますから、ケーブルの抵抗は小さければ小さいほど音質に有利です。それとシングル伝送では分岐する手前のアースが共通になっているとチャンネルセパレーションが悪化します。この場合、プラグの根元まで2本に分かれているものに変えることで音の分離が良くなる場合があります。現代のヘッドホンアンプは安価な製品でも十分な性能を持っていて音に違いはありませんが、どれを買っても同じというわけではありません。選ぶ時の注意点は次の通りです。100mW あれば HD650 のようなインピダンスの高いヘッドホンを十分な音量で駆動できます。ちなみに今回比較に使ったスマホの最大出力は 1mW でした。3番はギャングエラーを防いで長期間安定したゲインコントロールを実現するために必要な条件です。2番は負荷の影響を受けないようにするために必要な条件ですが、カタログに書いていないことが多いと思います。メーカーに問い合わせて回答がもらえない場合は手を出さない方がいいでしょう。ご視聴ありがとうございました。